どうも皆さん、カイトです。2D ピクセルで描かれるロストウィッシュ in the Desperate World をご存知でしょうか。こちらは2022年3月25日に Steam でリリースされ、2023年2月11日に日本語翻訳が追加されたゲームになります。早速全てのエンディングを見てクリアしたんですけど、モモドラを感じさせる高難易度メトロイドバニアでしたね。絵柄のタッチからモモドラをリスペクトしている感じがひしひしと伝わり、アクションの動作からアクティブとパッシブアイテム、めっちゃ広い探索ステージにお家芸のサブクエストなど、ザ・メトロイドバニアと言ってもいいほどの王道がめっちゃ面白かったです。今回はロストウィッシュ in the Desperate World というおすすめ作品のジャンル、魅力、ワンポイントアドバイスを簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、赤ずきんっぽい女性が復讐を果たしに行くメトロイドバニアアクションです。序盤から2段ジャンプとドッジロールができるシステムで、攻撃はローブを使った近接で駆逐していくスタイルですね。敵にダメージを与えると一気に畳みかけれるので、なるべく被弾しないように立ち回るのがいいですね。いろいろあるアクティブが必殺技です。パッシブが常時スキルと獲得アイテムで、これが体力ゲージで、これが回復する血のフラスコ瓶の回数、これが得得したシャードですね。シャードは敵を倒すことで出現するのと、宝箱を開けた時に大量に出現します。ちなみにシャードを取ることで体力も回復しますので、こまめに取っておきましょう。村やダンジョンの中での住民がシャードとアイテムを交換してくれるので、交換屋を見つけた時は全て購入しておくと進めやすくなります。サブクエストも急に始まるので、 NPC を発見したら片っ端から声をかけて受注しておくのが良いかなと。探索がメインパートで正規ルートじゃないと思ったら絶対に引き返してくまなく調べておかないと苦労します。ところどころにファストトラベルはありますが、マップに名前が載っていないので注意が必要です。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、完全に人を選ぶ操作性と鬼難易度。魅力の冒頭からお伝えするんですけど、めちゃくちゃ操作性に癖があります。最初から2段ジャンプできるという強みあるんですけど、ジャンプ力が極端に低い、マジで低いのがこのゲーム。ボタンを押す長さでジャンプ力が決まるのですが、ギリギリの崖ジャン時に超ジャンプになって届かなくて落下とかザラっすね。めちゃくちゃ落ちます。さらにデスるとセーブポイントからのやり直しになるという鬼畜仕様なので、やっとの思いで重要なアイテムを取ってからですると直前セーブからの全てやり直し、マジかよと。セーブポイントの数が異常に渋いのもあって戻るのも必死。これがね、最初なんやねんって思ってたら不思議と慣れてくるんですよね。序盤ではめちゃくちゃやりにくってなるんですけど、中盤からその不便さも楽しくなってくるんです。開発者様やってくれたなと、カイトはドハマりしましたよと。くどとなくデスリ画面で難易度をイージーにしたらどうかと聞かれたんですが、お断りです。この不便さも楽しんでほしいのが魅力の一つ。2、凝ったボス戦での演出。ボスの数はそれほど多くありませんが、一戦一戦のバトル演出が全部こだわっているなと感じ取られました。序盤のアンダーテールを思わせる第3高等ふつましホワイトフレームから、研究所の魔術師ナオミの暴走加減、カラスの仮面つけたら強く見える毒など、ド派手なアクションがテンション上がります。2D ピクセルでのアートワークですでに面白さがプラスアルファしているのもあって、乗じるかのようなボスバトルはぜひ味わってほしい。ちなみに初見では絶対に全てのボスに処されます。ガチで。3、ストーリーがめちゃくちゃ暗いがそれがいい。主人公のカナが復讐という目的で審問官をぶちのめすというのが軸ではあるんですけど、カナの壮絶な過去と交差していくのが良かった。審問官であった彼女はある娘を守ったことで裏切り行為として切られてしまいます。だが悪の対象であるヴァンパイアに助けてもらい、その血で自分自身もヴァンパイアになってしまいます。それで審問官に復讐というだけでテンションぶち上げなんですけど、全体的な暗さとほんまにヴァンパイアは敵なのかという謎が徐々に紐解かれていきます。これがなかなかに切ない。また途中でエルフに会ったりハンターに会ったりレジスタンスみたいなのもいるので、いろいろな思いとリンクしていくのも凝ってましたね。ストーリー自体は単純なのでぜひ堪能してほしい。4、クリア時間は10時間。
全てのエンディングを見てのクリア時間は10時間ほどでした。セーブデータが7時間近いのはクリア後はセーブをされずに最後のチェックポイントに戻るからですね。アクティブが全て得得できなかったんですけど、サブクエストが時間経過終了な気がしたのでしょうがない。全体的に見ても個人的には良作でした。最後にワンポイントアドバイスになるんですけど、はっきり言いますが操作性がいまいちなので合わない人は 120% 合わないですが、その不便さに慣れたら超絶に面白いです。またマップの踏破率やステージの名称、今進行しているサブクエストなどメニューやマップを見ても表示されないので完全に玄人仕様。日本語翻訳は完璧に近いのでそこは安心してプレイしてください。以上になります。審問官に復讐するメトロイドバニア、ロストウィッシュインザデスパレートワールド。ヴァンパイアのカナを操作しながら近接メインのローブアタック、いまいち使い勝手の悪いレーザー簡易魔法からめちゃくちゃ見にくいレバーとスイッチ、それに慣れてきた瞬間にめちゃくちゃ面白くなってくる不思議なゲーム。この機会にぜひカナと一緒に復讐を果たしませんか。きっとジャンプ力低すぎやろ、なんでやねん、維持でもクリアしてやるってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。